こんにちは、僕ムーです。今回はこちらのファンアートのメイキングをします。FA 元のネタバレを含む場合がありますのでご了承ください。使用ツールとペンはこちらです。概要欄に URL を貼っておきます。まず、じんわり落書きペンでラフを描きます。連作なので最初に描いたイラストを基準にしてバストアップで描いていきました。バストアップで描く際も体の傾きがどうなっているのかを確認するために一度ほぼ全身を描いたりします。前回描いた時に顔を定めないまま色塗りに進んでしまって後々めっちゃ苦労したので顔周りをラフ段階で重点的に描き込むようにしました。フェードペンで一度人物を塗ってみて形を確認しています。背景を前作と同じ場所にするか迷っていましたが物語のシーンを切り取ることにしたので、途中でバーを描いたりしています。最終的にホテルの中庭にすることにしました。ふわっとした羽織物があったので人体がおかしくならないように素体がどうなっているか一部書き出してみました。難しいポーズの場合は毎回同じポーズの写真を自分で撮って参考にしています。途中ぐにょぐにょと動いている箇所は歪みツールというものを使っています。描いた後に線をまとめて動かして調整できるので自分のイメージに近づくまで動かしています。広めの範囲で掴んで動かすことが多いですね。この時点でさっき塗った下塗りはほぼ無意味になっちゃいましたね。背景含め下塗り以外の塗りにはだいたい魔王厚塗りブラシを使わせていただいています。背景を先に塗って全体のイメージ作りをしています。前作と印象を合わせるために前作からスポイトで色を取って塗ってその色を基準に新しい色を作ったりしました。青みがかった印象が前回は強かったので合わせるために黄色のサイドをかなり落としてグレーがかった色をのせることで印象を揃えるように努力しました。ここから影をつけていっています。祈りのシーンなので聖杯や十字架が目立つように、あと希望のある感じが出るように顔周りが明るくなるように調整しました。厚塗りの時は少しずつ脳内のイメージの解像度が上がっていく感じで背景描いたり人物描いたりっていう感じで少しずつ進めていっています。前作に揃えるために黄色っぽいところに積極的に青みがかった色を入れるようにしています。髪の毛とか聖杯の一部に青色を使っています。黄色なのに青色とか入れちゃっていいのって思うかもしれないんですけど、意外と絵全体にまんべんなくその色が入っていると変には見えないんですよね。ここからは主に背景とモチーフを書き込んでいます。背景はファンアート元の動画を何度も見て見た目や雰囲気を参考にして描いていっています。ここでグラデーションマップを使っています。前作がもっと青みがかっていると感じたので青みのあるグラデーションマップをかけました。グラデーションマップは前回の動画でやり方を説明しましたが毎回だいたい同じ加工をしているのでその説明だけ切り出して別動画にするかもしれません。資料を見ながらさらに書き込んでいきます。ここまで書けたら人物のレイヤーは一つに統合してしまって歪みツールなどで形を変えたりしています。シロップというペンで細かい髪の毛を足しています。
ペン先が細くなっていくタイプのペンなので、一筆で髪の毛が描けるのでおすすめです。アクセサリーなども上から書き込んでいきます。ここから背景の書き込みです。まだ情報量が足りないので、花びらなどを書いて情報量を上げていきます。遠近感を出すために、アジサイの花びらは手前にあるほど細かく書いて、奥に行くほどあまり書かないようにしました。水面の光の反射や祈りの光の描写をしていっています。光の描写は、弱い光はソフトライトレイヤー、強い光は過酸発光レイヤーを使っています。ブラシはソフトブラシを使っています。ここで前作とまた比べてみて、やはり青みが足りないなと感じたので、またグラデーションマップを使って青みをかけています。他にも色調補正やトーンカーブを使って色味を調整することがあります。また別の動画で紹介しますね。聖杯のあたりの情報量が足りないと感じたので、縁の形を変えることで情報量を上げました。FA 元のデザインをよく確認したところ、メガネの形が思っていたより丸かったので修正しました。これで完成です。他のメンバーのイラストのメイキングもアップしていますので、チャンネル登録して見てみてください。概要欄に再生リストを貼っておきます。最後まで見ていただきありがとうございました。